どうも、ゼノシです。今回の動画では、バトルにおける立ち回りのコツについて解説していきます。そもそもの大前提や5つのコツ、リプレイをお見せしながらの解説、最後に立ち回りの練習法といった感じでがっつりお伝えしていきます。以前挙げたこちらの動画もたくさんの方に見ていただいてますが、それよりももっと濃い内容なので、見た人とそうでない人では間違いなく差がつきます。ですので、バトルで勝ちたい、勝率を上げて効率よく稼ぎたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルではプロジェクトゼノに特化した内容をお届けしていきますので、まだチャンネル登録していない方はお願いいたします。それでは早速内容を見ていきましょう。まずは立ち回り以前にそもそもの大前提を整理していきます。1体あたり使えるのは4枚。手札は全部で12枚。1枚あたりのコストは1から4。貯まるエナジーは最大で12。選べるカードは最大5枚。回ってくるカードはランダム。当たり前すぎて何言ってんのって思う方もいるかもしれませんが、当たり前すぎるからこそバトル中に意識できてないことも結構あるんですよね。どんだけ相手がエナジーを温存したとしても、切ってくるカードは5枚だけですし、どれだけエナジーを回復させたとしても、貯まるのはマックス12までです。1体のゼノに4枚のカードをセットして、1枚あたりのコストは1から4。今後は0コストカードや5以上のカードも出てくるとは思いますが、現時点では1から4と決まっているので、シンプルです。回ってくるカードがランダムということについては、後ほど詳しく解説します。接戦になるほど冷静に判断できないこともあるので、この大前提はバトル中も意識しておいてください。では、立ち回りのコツを5個お伝えしていきます。が、その前に今回の内容は絶対勝てるようになるというものではありません。どれだけ手札を把握して相手の行動が読めたり、自分の中で完璧な立ち回りができたとしても、圧倒的な力でねじ伏せられることもあります。ですが、僅差の勝負になるほど効果があると思うので、今後実装されると言われているレベルが制限されたリミテッドアリーナや大小様々な大会などでは使えるコツですので、今のうちから意識してみてください。コンボで出すのが基本。最初の8枚を数える。主攻、助攻を意識する。相手の嫌なことを最優先。初手は相手の狙いを想像する。といった感じですね。他にもエナジーコストの管理などいくつかあるんですが、全部一気にお伝えすると分かりにくいと思ったので、今回は5つに絞りました。1つずつ解説していきます。まずバトルにおいてはクラスごとにコンボを決めた方がいいカードがありますよね。例えばブレイカーのバーサークを使った後に攻撃を続けるとか、忍者の猛炎の術を使った後にカードを重ねるとか、ガーディアンならプレデターアルファとベータを同時に出す、サムライなら瞑想を使った次のターンに攻撃する、サイキックならナイトメアで攻撃力が落ちる前に攻撃系のカードを切っておく。他にもスタン状態にさせられる可能性を考えて低コストの攻撃カードを先に出して高コストカードで大ダメージを与えるとかですね。これは自分がプレイするときは意識している人も多いと思いますが、相手も同じように考えています。つまり、コンボで出してきたものを優先的に覚えると、そのコンボはしばらく使ってこないということです。例えば、このバトルでは1ターン目に忍者のコンボを出しているので、次はブレイカーか侍のカードを切ってくると予想できます。2ターン目にはブレイカーのコンボが来たので、次は侍ですね。この時に召喚ユニットを出せば高確率で生き残ります。このようにクラス単位で覚えていくと、出されたカードを全部覚えなくても、ある程度相手の動きを予想できます。次に相手の出した手札を8枚までは数えようというものです。これはスキルカードの種類というより使った枚数を数えると8枚出すまでは一度使ったカードを出されることはないからです。ちょっとややこしいので図で説明しますね。デッキに12枚のカードを組んでバトルが始まります。最初は5枚のカードが手札に配られて7枚のカードが次に控えている状態です。ここで1ターン目に3枚使ったとしたら次のターンに回ってくるのは6、7、8なので手札の5枚は4、5、6、7、8という状態になります。2ターン目に4枚使ったら次のターンは手札が8から12になってここでようやくデッキのカード全てが回ってきた状態になります。検証した結果だとこの後13枚目のカードは完全にランダムで配られますので13枚目を読むのはちょっと難しいです。ただ最初の12枚は固定で8枚目を使うまでは同じカードが回ってくることはありません。もちろん同じクラスを入れていたら同じカードも存在するので1体のゼノが同じカードを使うことはないということですね。ちょっとバトルシーンを見ていきましょう。ここでは自分のカードを見ていてください。ゼノシ側ですね。デッキに組んでいるのはこの12枚。1ターン目にトロンとエナジーゲインの2枚を使います。次のターンは4枚使ってトータル6枚使った状態です。次のターンは2枚使ったのでこれで8枚使ったことになります。次のターンで13枚目が回ってくるということですね。1ターン目で使ったカードはトロンとエナジーゲインだったのですが13枚目にはリトルサンダー
が回ってきました。つまり8枚使うまでは12枚のうち同じカードは回ってこない。かつ13枚目からは完全にランダムということです。これをバトル中に意識していると、相手が最初に攻撃カードを重ねてきたとしても、トータル8枚使うまではそのカードを使われることはない。だからとりあえず警戒する必要はないという考え方ができます。お試しください。次は主攻と助攻を意識しましょう。皆さんお気づきの通り、主攻助攻はキングダムから取ってきました。それは置いといて、自分のデッキでもそうですが、メインの攻撃ユニットが何かしらいるはずです。例えば火力の高いブレイカーやグラップラーで削りたいとか、こいつのスペシャルで大ダメージを与えたいとか、召喚ユニットを軸にして戦いたいとかですね。相手も同じように攻撃の軸にしているクラスが絶対にいます。たとえ3体同じクラスでも、軸にしたいゼノにはちょっといいウェポンやチャームをつけていたり、配置を後ろの方に置いていたりするはずです。その攻撃の軸となる主攻から倒すようにしましょう。相手の主攻を先に折れたら心理的にも優位にバトルを進められます。当然相手を守ってくる、もしくはこちらの主攻を倒しに来るので簡単に勝てるとは言いません。ただ助攻から削りに行っている方はぜひ試してみてください。実戦での見極め方は後ほどリプレイ解説でお伝えします。さて、これが一番重要だと思ってます。相手の嫌なことを最優先にするですね。プライベートでこんなこと考えてたら結構クソ野郎ですが、ゼノのバトルにおいてはとにかくクソ野郎になりましょう。相手の嫌なこととは、例えばマグネットアーマーを出されて狙ったユニットに攻撃が刺さらないとか、スタンをかけられてダメージが入らずにコストが無駄になるとか、ブレイカーでコンボを出した後にめっちゃ召喚を出されるとかですね。自分がされて嫌なことは相手も嫌です。だからこそやりましょう。結構やばいこと言ってますよね。ゼノのバトルではですからね。普段はやらないでください。ある程度やってたらゲームに慣れてきて相手の手札とかを読めるようになってくると思いますが、自分の攻撃を決めたいと思っている時ほど相手に読まれやすい気がします。これはちょっと言語化するのが難しいので、後でリプレイ解説を見ながら説明します。初手が一番難しいですよね。相手がどんな12枚をデッキに入れているかもわからないし、その中からどの5枚が最初に回ってきているかもわからないので、ちょっと運要素強めです。そのため自分の場合は相手の狙い、相手がやりたいことを想像しています。例えばガーディアンがいたらマグネットアーマーでダメージを抑えに来そうとか、パッシブの召喚強化守りがついていたら初手から召喚ユニットを出してきそうとか、太陽シリーズのチャームをつけてたら初手から飛ばしてきそうとかですね。相手はどういう攻め方をしたいのかを想像して、それに合わせた手札が自分にあれば使っていく、なければ一旦は初手待ちするといった感じです。これはいろんなクラスを自分で使ってみると想像しやすくなります。言葉で説明するよりも見てもらった方が早いので次に行きましょう。それでは実際のバトルシーンをお見せして何を考えながらプレイしているのかを解説していきます。プレイ中は考えながらやっていて喋る余裕がないので申し訳ないですが、録画したものを解説していきます。ちょいちょい動画を止めながら喋るので長くなってますが、最後まで見ていただければ幸いです。それでは早速見ていきましょう。はい、ストップ。はよバトルに行けよと思いましたよね。ですが、この時点で相手の構成とスペシャルスキルは把握できます。この画面も3秒から4秒ぐらいあるので、ここは見逃さず相手のゼノをチェックしておきましょう。スペシャルスキルは目の柄によって判別できるので、まだ見てない方はこちらの動画も見ておいてください。では、バトルに戻ります。はい、ストップ。まずは相手の配置ですね。主攻と助攻をある程度判断しておきましょう。このムカデ配置は分かりやすくて、先頭にいるガーディアンが助攻、サポート役ですね。その後ろのグラップラーが主攻、メインの攻撃役です。一番後ろのサイキックがバルキリー持ちなので、主攻兼召喚サポートかなと。ちなみに自分のデッキは召喚ユニット中心で組み立てていく構成で、主攻は一番前の侍です。忍者は相手が真っ先に狙ってきやすいんで、あえて孤立させています。忍者を倒しに行っている間にスペシャルゲージを貯めてバルキリーを出したりヒールタワーを残したりするための構成ですね。で、バトルが始まったら最初に相手の持ち物を確認していきます。手荷物検査ですね。ウェポンやチャームは何をつけているのか、パッシブはどれが何レベルなのかを確認していきます。この時ちょっとしたポイントですが、相手がウェポンを装備していた場合はざっくりですがどんなスキルカードをデッキに入れているかも予想できます。そのウェポンがどのスキルカードに効果があるかは自分が持っていなくてもマーケットプレイスに出品されているものを見ればわかるので、暇な時に眺めてみるのもいいと思います。ただある程度バトルに慣れないとそんな余裕はないと思うので、最初はあまり意識しなくても OK です。ゼノ氏も自分が使っているウェポンと同じものしか把握できていません。では話を戻して、陰影術がついているからバトル後半でスピードが上がってくるから厄介だなとか、確認できんやないかいとか、極限の瞬発力だから倒す時は一気に削った方がいいなとかを考えていきます。そして自分の手札を見て攻撃カードが揃っているので、本来なら相手の主
考であるグラップラーから倒しに行きたいのですが、行動順を見るとガーディアンがマグネットアーマーを使った場合にファイヤーボールとナイトメアは刺さらない。じゃあ十文字を使うかと言っても、グラップラーがライジングドラゴンを使ってきたらスタンになるので、十文字単発で使うのは危険ということでヒールタワーを置きます。この時何も出さずに初手待ちしてもよかったんですけど、次に十文字を使うかもしれないので、スタン回避のために機器を回したくて1枚切ることにしました。で、相手がエナジーゲインマグネットアーマープレデターアルファのガーディアンコンボできます。これでファイヤーボールとナイトメアが刺さる状態になりますね。一旦はグラップラーを攻撃しようと思ったんですが、パッシブに見切りがついていると連続攻撃の効果が下がるので、必死で確認しようとしてますができてませんね。わからない時は無難に他のゼノを狙うのも大事かなと思います。ターゲットをサイキックに変更してターンエンドですね。相手はサイキックのコンボできました。前のターンはガーディアンのコンボだったので、次はグラップラーかなと予想できます。次のターンは侍と忍者のスキルカードですね。スペシャルが100溜まったので、サイキックが殴られないようにバルキリーを置きます。それからグラップラーが攻撃してくると予想して激流の術でスタン状態にすると。で、最後の瞑想は使えたらラッキーぐらいな感じで出してます。次のターンは猛炎の術が回ってくるので、侍が倒されて瞑想を使えなかったとしてもエナジー4で猛炎の術と毒煙玉が使えるので、まあいっかって感じですね。行動が始まってサイキックで1枚使ってバルキリーを出す。激流の術がうまいこと刺さってオーラナックルは防げると。ですがライジングドラゴンを使ってこなかったのでちょっと不安ですね。次の手札は10文字でいきたいところですが、相手がライジングドラゴンで侍を倒してくると予想して使わずに、前のターンで瞑想が使えていたので忍者コンボを出していくという感じです。この時爆トンを相手のバルキリーに壊させるために一旦はバルキリーの前に置いたんですが、侍が倒されても自分のサイキックの前にはバルキリーがいるし、相手はガーディアン、グラップラーと直接攻撃が多いクラスなので忍者の前に置き直してます。相手はエンジェルハートとライジングドラゴンで侍を落としに来ました。次のターンは侍が倒されたことでまた猛炎の術が回ってきて、バルキリーの攻撃を防ぐために激流の術をセットします。ワンチャングラップラーの攻撃も防げたらラッキーという感じですね。ですが次はガーディアンのコンボを出してくると予想したので、激流の術は使わずに毒煙玉に切り替えます。ターンエンドで見事に読みが外れてグラップラーがオーラナックルで攻撃してくると。次のターンはサイキックの手札が回ってきて、この時相手は8枚以上使っているのでライジングドラゴンがまた回ってきててもおかしくない状況です。とはいえ行動順的にスタンをかけられることはないので、ファイヤーボール単発とバルキリーを一発抑えるために激流の術を使います。ファイヤーボールでサイキックを狙わなかったのは、相手のバルキリーが爆トンを壊してくれてそのダメージで倒せると思ったからですね。ここは相手の方も分かってますよね。スタン警戒でエンジェルハートを挟んでのファイヤーボール。
爆飛んでサイキックを落として3対2という状況です。行動順からも勝ち確に思えますが、相手のグラップラーがインドラだった場合、迅速で先に動かれるし、毒ダメージやバルキリーの攻撃が入っても HP10 で残っちゃうので、さあどうしようと思ったんですが、スペシャルが300溜まっていなかったか、インドラじゃなかったということで、グッドゲーム GG といった感じです。ここまで話してきた内容を意識しながら普段はバトルをしています。今回の内容以外にも立ち回りの練習でおすすめの方法があるのでご紹介していきますね。ゼノシも普段から練習しているわけではないのですが、たまにやることで新しい気づきがあるのはこちらです。リプレイを見る、声に出しながらプレイする、いろいろなデッキを使う。まず、リプレイを見るのが最もおすすめです。ゲームをやっている時に画面録画をしておいて、メンテ中とかゲームをできない時に見返してみてください。バトル中は正しいと思ってた判断も結構、なんでそれ出したっていう発見があります。それから、可能であれば声に出しながらプレイしてみてください。例えば、相手が使ったカードをマッハパンチ使った、エンジェルハート、ファイアボール使った、みたいな感じでブツブツ言いながらやってみてください。頭で考えるだけよりも相手が使ったカードを覚えやすくなります。こそっと仕事中にやってる時とか電車の中でやってる時はできないと思いますが、家でゆっくりやれる時なんかに一度試してみてください。それから普段使っている以外のデッキを使ってみるのも効果的です。ただデッキを考えるだけじゃなくて実際に使ってみてください。こういう時はこれが刺さるとか、こういう時はこれを出さない方がいいとか、普段使わないクラスを使ってみることで相手がそのクラスを使っている時に相手の嫌なところをつくことができますし、相手がやろうとすることも分かるようになってきます。全部一気に覚えるのは大変なので1個ずつで OK です。立ち回りのコツと一緒にたまに意識しながらやってみてください。はい、今回はバトルの立ち回りについて解説してきました。ゼノは一見シンプルな3対3のバトルに見えてかなり奥が深いのは皆さんご存知かと思います。アリーナが7までしかない現時点では課金や投資額の差によって負けちゃうこともあると思いますが、今後もっとアリーナが開放されてユーザーが増えると僅差の戦いも多くなります。今回の内容を知っているかどうか、バトル中に意識しているかどうかで勝敗が変わるのでぜひ覚えておいてください。立ち回り以外にも配置の仕方や召喚ユニットの扱い方、スキルカードの選び方などまだまだ動画にしたい内容はたくさんあるので、ゼノやってるけどチャンネル登録してないという方はぜひお願いいたします。ゲーム以外にも仮想通貨や NFT でわからないことがある方は匿名かつ無料で入れるゼノ塾もやってますので参加してどんどん聞いちゃってください。以前に Twitter の DM でゼノ塾は有料サロンですかと聞かれたこともあるんですが、変なものを売りつけたりとかはしてません。シンプルな質問部屋です。それと LINE の使用で5000人までしか入れないので気になる方は入っておかないと損すると思います。とこんな感じで告知も挟んだところで今回は終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。